大相撲初場所11日目アベマ大相撲ライブ、本日幕の内放送の解説は第73代横綱照ノ富士伊勢ヶ濱親方です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。親方、アベマご出演いただくのは今日が何回目でしょうか？そうですね、少しは決まってしまっているんですが、さあここからどこまで粘れるかというところです。親方、三役まで上がったことがある翔猿が今場所前頭の2桁番数13枚目で前半戦で相撲を取ってるんですね。そうですね、はい。本来の実力であれば幕内後半戦で相撲を取ってもおかしくないという翔猿なんですが、今場所は東の前頭13枚目、昨日は竜電に勝って3勝目、勝ち越しへ望みをつなげました。対する新入幕の初山、2勝目を挙げることができるか。もろ手突きです。この突き押し得意の初山、左からあてがっていなしていきました。少し引いた、そこに乗じて前に出ていくのが翔猿です。翔猿は中に入って押し込んでいきたい、距離を取ります初山です。落ちません翔猿、前に押し込んでいく、しかし体をさっとかわしました。叩き込み翔猿の勝ち。この辺りは翔猿の土俵には動きの良さが出ました。物言いはつきません。軍配通り勝ったのは翔猿。これで連勝として翔猿7敗を喫してから勝ち越しに今日取りました。初山は押し相撲が持ち味なんですが、親方、はい、土俵際さっと体を開かれましたね。そうですね、まあ初山関のですね相撲だったと思うんですけど、ずっと先手で取り続けてましたけど、まあ、最後タイミングよくやられたって感じですね。はい、はい、1勝2敗対する阿炎8勝2敗です。さあ親方、はい、まずはこの画面左側東方の獅司から伺っていきたいと思いますが、獅司が今場所昨日自己最速の勝ち越しを決めていいですね。そうですね、はい、今場所体よく浮いてますね。何が一番良くなりましたか？いや、何がっていう特別何かが変わったなっていう印象はないんですけど、はい、その体を生かして前に出る相撲が功を奏してここまで白星を積み重ねてきています。阿炎も昨日欧勝海に勝って勝ち越しを決めました。さあ今度は優勝に向かってという今日11日目です。立ち合いちょっと呼吸が合いません。すでに獅司は拳を下ろしています。変化、上手を求めにいった、前に出ていく獅司、最後は叩き込み阿炎の勝ち。阿炎今日変化できました。獅司もすぐには落ちなかったんですが、前に出ていったところ、もう一つ土俵際阿炎の動きがありました。親方、今場所、阿炎は立ち合い、普段はもろ手突き、両手である今日は変化でしたね。そうですね、本当によく相手に合わせていろんなその立ち合い、いろんな相撲を取る力士なので、はい、本当に相撲のことを常々考えてるんでしょうねっていうの分かりますね。そうですか、一番近くでねご覧になってる親方がそう言うんですから、おそらく間違いないと思うんですが、一応公式プロフィール174ということに、そのぐらいまで伸ばしたかったんじゃないですかね。希望的観測も含めて、そう言ってるかもしれませんが、竜電10日、親方は、自分は29です、ね。はい、29日ですね。はい、ということで、ちなみにこの2人の対戦なんですが、過去翠富士の8対1、8分の6、肩すかしで勝っています。さあ今日どうか。手を出していきました竜電です。ついていく翠富士、もろ差し中に入った、ここから肩すかしもある、抱えて決めていこうという竜電です。竜電は懐が深いですから、こういう攻撃ができます。懐深い、決めていく竜電が決めていく、翠富士もろ差しなんですが、ここから動けないか。館内から大きな拍手、土俵中央です。背中見えているのが竜電、向こう側翠富士。翠富士はここが肩すかしがあるんですが、決まっていると抜けないか、すくい投げ、最後転がしていきました。これ決まり手どうなるか。親方、最後形的にはちょっとすくって崩して肩すかしのような形になったかなというふうに見えたんですが、苦しい状況の中で最後は決まり手、今アナウンスがありました。肩すかし、得意の肩すかし決まりましたね。はい、これが翠富士の伝家の宝刀、得意技です。
一時期は鳴りを潜めていたんですが、今日は肩透かしで決めました。これで竜電戦9分の7肩透かしで勝っているというはですね、本当に体はちっちゃいですけど、この力強さは十分にありますし、できればですね、ずっとやるべきことをやっていく力士なので、本当に言うことないですね。真面目ですか。はい。一時期は怪我でね、コンディションが良くなくて重量まで落ちていた時期もあったんですが、幕内に先場所戻ってきました。対するは幕内2場所目2場所目の欧勝海が現在7勝3敗、優勝戦線に残っています。さあ軍配返りました。欧勝海は3敗キープすることができるか。お互い左四つ、左が入りました。下手引いたのは翠富士。欧勝海も引いています。右をつけながら欧勝海、表情見えています。背中が錦富士、上手投げ振っていこうと錦富士、もう一つ、外掛け、欧勝海の勝ち。ここは欧勝海が足技を見せました。欧勝海が勝って3敗をキープ。今場所勝ち越しを決めてなんですが、左四つ同士ですから立ち会ってすぐ左四つに組み合いましたね。そうですね、この組み合ったところから、止まらずに出ればよかったんですけど、止まるとしたらやっぱりその頭つける体勢をすぐに作るっていう、この強引の投げが一番。朝紅龍は日本体育大学を卒業してこの大相撲の世界に入ってきています。そしてこの筋肉、親方、はい、この朝紅龍の筋肉いかがですか。親方も相当トレーニング現役時代なさってましたけども、そうですね、もうどんどんダー的な、筋肉のつき方はしてましたけど、最近柔らかくもうちょっとパフォーマンス出せるような筋肉になってきたと思いますね。時間です。手を出してきました。変化、千代翔馬ついていく。右の付けから朝紅龍張っていきました。千代翔馬、今度は押し合いになりました。土俵際残した右が入っています。掛け投げ、それをトライとした手投げ、朝紅龍の勝ち。両者動きが止まりませんでした。ちょっと朝紅龍大丈夫でしょうか。左の、いや右の肩か、気にしています。親方、千代翔馬が右に変化飛んで朝紅龍落ちませんでした。よくありますもんね、立ち合いからは。そうですね、警戒頭にはあったと思うんですが、その後動き止まりませんでしたね。やっぱこの左の脇間まま出ておるわけですから、と思いますね。この右差してるし、最後この右差せたのが朝紅龍にとっては大事な5日間ということになります。対する時疾も5勝5敗、昨日平戸海に敗れて星が5分に戻ってしまいました。こちらも勝ち越しに向かって残り大事な5日間ですから、親方、両力士とも今日とりあえず勝って白星は先行させたいですよね。そうですね、でこちらの朝白龍が得意な形、右四つ、対する時疾は左四つ、いわゆる喧嘩四つです。さあ差し手争いになるんでしょうか。注目しましょう。張っていきました。右の上手早かった朝白龍、ただもろ差しになりました時疾です。巻き替えに行く、そこを出ます。右四つ、今度は時疾巻き替える、そこを下手投げ、時疾が決めてみせました。時疾勝って6勝目。親方、今自分が巻き替えに行くタイミングでほぼ変わらず同時に投げ打ちましたね。いや本当にうまかったですね。本当にうまいので、これもろ差しになって朝白龍がまず巻き替えます。でこの後巻き替えると同時に巻き替えで、
でも方が体にあまり膝に負担はかからなかったんですか？やっぱ自分の体のその力の強さがある部分、いいところとかをこうで考えながら、相手の悪いところを考えながら、この人だったら刺されてもいいかなっていう。なるほど。でやっぱりそういう駆け引きするよりそっちの方が楽だったっていうか。また後ほど伺いたいと思います。土俵時間です。豪ノ山に御嶽海です。お互い押し相撲得意。ただ豪ノ山は強烈な突き押しが今場所目立っています。頭と頭、下から起こそうと豪ノ山引いた。そこを出ます御嶽海。今度は御嶽海引いた。はたき込み決まりました。御嶽海の勝ち。御嶽海勝って5勝目、豪ノ山ら敗れて7敗目、勝ち越しに後がなくなりました。親方、御嶽海の表情ではぶつかっているんですが、はい、まだ現役で、番付的には、西の前頭14枚目ですが土俵を務めてますね。もうずっとね、正代も強い時もあれば、あんまりにやる気あるのかなっていう時もあるしそこの気持ちの本当に左腕一本入ったらもうどんな相手でも起こして持っていけるし、力がありましたから。そう、友風と正代、捕まえれば正代、押していなして友風です。過去の対戦は正代の2対1、軍配返っています。右が覗きました。正代一気に持っていけるか。右四つ引き落とし、正代の勝ち。押してダメなら引いたという正代、引き落としで決まりました。友風この表情です。正代勝って今場所の5勝目。友風も中に入れたくないですから、こうつけて立っていったと思うんですが、そうですね、やっぱりこの右足使えてない分、やっぱり本来は親方からも言われてると思うんですけど、前に出て相撲を取ってっていうのは基本その力をつけるために稽古するんですけど、稽古場からもういなしてますもんね。あ、そうですか。いうわけですから15日間ある中で、やったことないことが何回出るかっていうのは考えてみれば、稽古場からそういう相撲を取ってきているという欧勝馬です。さあ、対狼雅戦欧勝馬は9対2、相性はいいという欧勝馬。ちょっと狼雅が突っかけてしまいました。欧勝馬は横綱豊昇龍と同じ飛行機でモンゴルから来腕を抱えに行きました狼雅です。距離を取りながら欧勝馬突き放す。ただ深追いしません。少しあてがって狼雅、右の喉輪は欧勝馬、いわゆる本当にレスリングのような攻防姿勢になっています。狼雅もなかなかまわしを引くことができません。いなしてまわし引けるか。ここも引けないか。上手引きました。左の上手引いた狼雅。こうなると狼雅有利。胸があって右の下手も引いています。上手投げ、そのまま決めてみせました。狼雅の勝ち。最後は出し投げになったでしょうか。狼雅上手を引いて欧勝馬を投げ切りました。狼雅苦手欧勝馬に勝って4勝目、勝ち越しに望みをつないだという一番です。欧勝馬時の距離感ですよね。まさにレスリングのように、やっぱこの足見ればもうこの距離感では欧勝馬時の方が足は安定していると思うし、そこからこの左足を取ったところから相四つっていうのはやっぱり
上手先に取った方がやっぱり有利なので、そこだけ考えて、その後はやっぱりこの体に任すっていうか、そういう感じで相撲を取ってましたね。ですから平戸海は前みつ、朝乃山は左の上手、あるいは前みつをどちらが先に取れるかというのが勝負のポイントになりそうです。軍配返りました。お互い右四つ得意、相四つの対決です。3敗同士引っ張り込みました。右覗いた平戸海、右四つです。ただどちらも上手が引けていません。胸があって、そうすると体格勝る朝乃山、迫っていく左をつける平戸海、上手を引いています。朝乃山、左の上手、寄り切りました。朝乃山の勝ち。朝乃山勝ちました。勝ち越し。約2年ぶり11場所ぶり幕内での勝ち越しです。どういうことですか？怪我から戻ってきて久しぶりに幕内で勝ちました。勝ち越し。そうですね、やっぱどんどんその元の番付に戻るように頑張ってもらいたいですね。そうですね。これ勝負の常にその成績出すっていうのはやっぱりこの一つの形をもっと磨いて強くしていけばですね。何か自分のスペシャルを一つ作った方がいいということですかね。そうですね、もうそれは絶対必要なことの一つだと思いますね。で対する相撲巧者と言われます美ノ海が今日の対戦相手ということになります。琴勝峰は突っ張りもあります。流れの中で右四つがある。美ノ海、回しを引きたい。前回し引けませんでした。弾いていく琴勝峰、少し引いた。そこはず押しで前に出ていきました。押し出し美ノ海の勝ち。琴勝峰押した後に少し引いてしまいました。王手ということになります。琴勝峰敗れて5敗目。親方、これ勝負のポイントいかがでしょうか？いや、この美ノ海、皆様当然ご存知だと思うんですが、41歳、もう現役バリバリということで、今日で1758回連続出場。昨日正代に勝って今場所の4勝目を挙げました。幕内706勝目。武蔵丸、武蔵川親方に並んで歴代9位タイ。さあ今日勝って単独9位になることができるか。金峰山戦、お互い押し相撲得意です。金峰山は立ち合いでもろ手突き、これが最近多くなっています。今日はどうでしょうか。もろ手突きでいった。組みました。中に入ってもろ差しだ。巻き替えた。そこ出た。寄り切り、金峰山の勝ち。意外な展開になりました。親方、金峰山がついて中に入りましたね。こういう相撲も珍しいですね。珍しいですね。リプレイです。この立ち合いいつも通りなんですが、この後で玉鷲も巻き替えに行きましたよ。これも珍しいっていう方向にちょっとずつ言ってることをできるようになってきたかなと。やっぱ体固めちゃうとこの受け身の体勢で相撲を取るしかなくなっちゃうので、その分やっぱりこの大きな体を軽く使っていい相撲取れてるんじゃないかなと思いますね。今日の対戦相手は藤野川も7勝3敗です。さあ優勝戦線占う注目の今日好取組1番です。軍配返りました。時間です。過去の対戦熱海富士の1対0。危ないですからね。藤野川もいい相撲を見せます。右が入りました。抱え込んで前に出る熱海富士、残す熱海富士、そのまま寄り切りました。熱海富士の勝ち。思わず親方いい笑顔が出ています。藤野川も思い切って正面から行きました。右をねじ込んでいったんですが、それを抱えて一気にその体生かして前に出ていきました熱海富士です。熱海富士2敗守りました。これで9連勝。いかがですか？
っぱこの当たった後からの止まらずにずっとこの体重を前にかけていくっていう、これが良かったと思いますね。こうやって大きく思い切ってやった方が絶対いいと思うので、はい、ちなみに今日熱海富士関は親方がアベマの解説入ってらっしゃることは知ってるんですか？ですよね。そうですね、名古屋場所の時も白の富士が取った時も持ってきてくれてたんで、そうですか。本当師匠孝行な弟子たちですね。いや、ありがたいことにもう頑張ってますね、みんな。そして変わる土俵、大野勝と大栄翔です。時間になりました。大栄翔、強烈な押し相撲があります。大野勝は捕まえて右四つに組み止めたい。もろ手突き、動いた、左から突き落とし、大野勝の勝ち。大野勝変化気味に動いていきました。勝って5勝目。大栄翔敗れて7敗目です。大栄翔、中日豊昇龍から金星取っているんですが、今場所ここまでです。これは大野勝狙っていましたか、それとも大栄翔の出足見て動きましたかね。いや、もう狙ってますね。一山本にとっては今場所ここまで1勝9敗、苦しい星なんですが、影から見れば相撲取りたくないんじゃないですかね。体にも触らしたくないっていうどうでしょうか、分かりませんけど、でも若隆景からしたらですね、負け越してますから、通算成績で、これ約1年ぶりの対戦、若隆景は5勝5敗ですから、勝って白星を先行させたいところ、ある意味コアな相撲ファン注目の一番ということになります。押し相撲一山本、若隆景は低い体勢、中に入る相撲が得意です。低い立ち合い、赤本頭、少しいなした若隆景、はたき込み、一山本の勝ち。1年ぶりの対戦も押しに引きで勝ちました。一山本勝ちましたよ、親方。ものすごく今日一番の笑顔ですけどもについていけてますし、そこからの引くタイミングもやっぱり良かったんじゃないですかね。もうそうだったので、裏関とやる場合は、押されて曲げることはないだろうっていう、だからこそいろんな動きがあるわけだから、そういうことだけ気をつけて、強引に自分から圧力かけていくことだけ考えてたので、そんなに動きに合わせて慌てる必要はないと。あんまないと思いますね。さあ、軍配返りました。宇良はまず立ち合いどう仕掛けてくるか。低い立ち合い、固めて立っていきました若元春です。左に覗いた、右は抱える格好です。左四つは若元春得意の形、押し倒し、若元春の勝ち。若元春勝ちました。これで5勝目。宇良敗れて2桁10敗目ということになりました。宇良はいつも通りまっすぐ低く当たっていって、若元春左かち上げでいきましたか。いや、もう普通になんていうんですかね、いつも通りに当たってますよね。王鵬も4勝6敗、星上がっていないんですが、4日目、そして中日に4日目は大錦、中日に琴櫻と両大関から白星を挙げているという王鵬です。昨年9月一度顔があって、王鵬の1対0という両力士の対戦。先に拳を下ろしました慶喜富士。王鵬は押し相撲、慶喜富士は中に入りたいところ。頭と頭、左が入りました。右の上手引いています、慶喜富士、上手投げ、慶喜富士の勝ち。
吉野富士勝ちました。豪快な上手投げ。親方、はい、勝ちました。何かちょっとこう大野里戦を思い出させるような土俵際の上手投げでしたけども、でも形としては押しをしのいでまわしを引いて投げというのはこうファン目線で見ますと吉野富士の相撲だったのかなと思ったんですが、そんなことで押せるかがやっぱり白鵬寺の勝負だと思うんで、青錦の前傾姿勢をどこまで起こすことができるか。はい、ちなみに過去の対戦は青錦の4対0、先場所は物言いがつく非常に微妙な相撲でした。シビアな相撲でした。ただ軍配通り青錦が首投げで勝ったという一番がありました。さあ今場所どうか。青錦2敗を守ることができるか。白鵬富士新大関を食うか。呼吸が合いません。ちなみに手をついてまだここもです。手をついて立ち合い成立。低い立ち合い、左差しました青錦。下手ひねり、青錦の勝ち。膝大丈夫でしょうか。ちょっと白鵬富士の膝心配ですが、ちょっと膝入りましたかね。リプレイでご覧いただきます。勝負は時間は短いという一番になります。親方、立ち合いから振り返っていただきたいと思います。これ立ち合いいかがでしたか。立ち合いが悪いですね。そこからも抱え込んでますし、これ向こう側一応白鵬寺も覗いてるんですね、左。やっぱこの苦手意識が、12敗という大負けもありました。ただその前11月、一昨年の11月は11勝2桁勝って敢闘賞とか、ちょっと波が最近はあるという隆の勝です。その隆の勝の応援うちわを持っているファンの方もいらっしゃいます。過去の対戦琴櫻の9対4、先場所は9日目顔があってはたき込みで琴櫻が勝っています。ただその前は隆の勝の連勝がありました。当然大関にとっては油断できない相手です。隆の勝一発で持っていく押し相撲の強さもあります。そして右四つの相撲もあります。引いた、中に入った隆の勝、寄り切り。隆の勝勝ちました。隆の勝2勝目、琴櫻は勝ち越しに足踏みという形になりました。やっぱこの隆の勝関の方が一回はまった時本当に怖いですからね。あれも引かざるを得ないぐらいの圧力があるっていうことですね。圧力というよりこのうまくこの立ち合いで離した後にすぐに右が深くさせる、逆に言うとそれだけずっと勝ち続けてきていた大野里の凄さということも言えるんですが、ただ親方がおっしゃったようにそれが前頭平幕の時の3連敗1つ負ける黒星と横綱になってからのその黒星は全く重みが違うということですよね。ただその中で今日も大野里は土俵に上がってきました。でもこの横綱は霧島は得意としてますよね。過去の対戦9対0、霧島大野里に勝ったことありません。大野里負けたことありません。あとは親方おっしゃったようにその大野里のメンタルとコンディション、
フィジカルがどうか、そして霧島が今場所好調、勢いがある中で、ただ昨日も霧島、昨日は大関琴櫻に敗れて2敗目を喫しています。さあ優勝戦線に生き残るために、再び賜杯を抱くために、大事な横綱戦、大野里は意地を見せたい。軍配返りました。肩から当たっていった大野里、前に出ていく圧力がある。押し出しました。大野里の勝ち。大野里勝ちました。連敗3で止めました。立ち合いがあまり今まで見せなかった、明らかに右の肩からガツンと右の肩を出していく、右固めて、当然霧島左差すの得意ですから、それを防いだということもあると思うんですけども、流れ内容も含めいかがですか？いや悪くないと思いますし、あとこのどっちかというと霧島関の現在35歳、2月28日誕生日ですから36歳になります。今年年男、高安の優勝というのはね、これ相撲長く見ているファンの方は多くの方がね願っていることの一つかもしれません。もちろんその横綱はもう横綱上がってからまだ1年、横綱昨年の3月に上がりましたね。まだ優勝したことないから、そこもやっぱり横綱としての初優勝、思いあるでしょうね。先場所先々場所豊昇龍も決定戦で優勝を逃すというね悔しい思いしてますから。時間になりました。両者立ち合いバリエーションはあります。ただ今場所の高安は親方おっしゃった通り、相手を体当たりで持っていくという立ち合いが非常に多く見られます。豊昇龍はもろ手突き、張り差しなどがありますが、今日はどういう選択をするか。豊昇龍いきなり差しに行くという動きもありました。さあ11日目、7勝3敗同士結びの一番です。左を差した、左四つだ、高安の形、引いた横綱、そこを出る、手繰った、軍配豊昇龍、最後引っ掛けがありました。物言いはつきません。土俵際落とし穴があった。勝ったのは豊昇龍、優勝戦線生き残りました。リプレイで豊昇龍8勝目勝ち越しです。立ち合い親方高安確かったんですが、そうですね、胸合いはやっぱこれ左四つになりました。高安得意の形。これは勝負の分かれ目は親方どこにありましたか？やっぱそれ横綱がまだ余裕を持ってるってことですよね。あそこの土俵際でああいう動きができるということは、そうですね、やっぱこの投げ技、土俵上では弓取り式が行われております。このしこに合わせてよいしょという掛け声が国技館足を運んでいただいたお客様から発せられました。
今日も満員御礼の東京両国国技館初場所11日目、すべての取り組みが終わりました。ただアベマ大相撲はこの後伊勢ヶ濱親方に今日の幕内振り返りながらたっぷりとお話をいただきたいと思います。